皆さんこんにちは。レジン大好きこうやみです。今日はダイソーの新商品円柱のレビューをしていきます。実はね、こちらの円柱動画化する予定はなかったのですが、ありがたいことに円柱を使ってほしいというリクエストをいただいたのでチャレンジしていきます。円柱は取り出し口がとにかく狭いです。この取り出し口が狭いシリコンモールドはレジンを取り外すのがとても大変です。するんと気持ちよくレジンを取り出すコツも共有するので、ぜひ最後までご覧ください。それではダイソー新商品シリコンモールド円柱の使い方始まります。こちらがダイソーさん新商品のシリコンモールド円柱になります。こちらにね、似た型でキャンドゥさんで長方形の型も出ているのですが、そちらについてはこちらの動画でご紹介しています。円柱よりも長方形を作りたいという方はキャンドゥもチェックしてみてください。こちらのシリコンモールド、なぜね動画化しようと思わなかったのかというと、このね説明書を見ても完成形がいまいちわからなくてスルーしていました。できればねここにね完成したサイズとか書いてくれるとありがたいですよね。私と同じようにこちらどのように仕上がるのかと疑問に思っている方もいらっしゃると思うので、最後にはサイズも測ってみようと思います。ちなみにシリコンモールドの大きさは高さが5センチよりやや短めの 4.8 かなそして横幅が 1.4 ミリ、底の横幅が1センチ。どんな感じに仕上がるかとっても楽しみです。こちらの円柱はシリコンモールドから取り外した後にあまりね手を加えたくないので、封入パーツはしっかりとこの中に埋め込んでいこうと思います。で、こちらね深さがあるので結構封入パーツが入れにくいです。綺麗にパーツを封入する方法もご紹介します。まずはシリコンマットを用意して、透明のレジン液を横に細長く出します。この時円柱のシリコンモールドより長くならないように注意してください。そしたらなるべくね四角くなるように形を整えてあげて、レジンライトで固めていきます。固めることができたら、このね今作った棒がこちらの円柱に入るかチェックしていきます。入るかな入らない。で、入らない場合は横を少しカットしましょう。カットすることができたので、もう一回入るかチェックしていきます。入るは入るけど少し少し大きい気がするので、もうちょっとだけカットしようかな。こうね入れるときに抵抗がなくなってスッと入るくらいの大きさになりましたら、この子を土台に固定します。この時にシリコンマットにくっついていた平らな面を上に向けます。で、土台に固定することができたら、このね横幅を超えないようにここにデコレーションをしていきます。
きなシールを貼ったり、レジンでパーツをくっつけていきます。表だけではなくて裏面にも装飾を施していきましょう。装飾を施すことができたら、まずね、この円柱の中にレジン液を入れます。半分くらいレジン液を入れることができたら、先ほど作ったパーツを入れていきます。レジンライトで固めていきます。固めることができたら、レジンをモールドから取り外したいのですが、このままだとね、結構ね、取り出すのが、大変です。で、そこでこちらもね、ダイソーの商品なのですが、UV レジン用クリーナーをレジンの上に1滴垂らします。で、表面に今レジンクリーナーが乗っている状態なのですが、このレジンクリーナーをね、このね、モールドとレジンの隙間にうまいことこう押し込んでいきます。で、全体をもみもみしてあげると、スルンと中からレジンが出てきます。あ、いいね。かわいい。レジンを抜き出すことができたら、ティッシュなどでレジンクリーナーは拭いてあげましょう。やや表面が曇っているので、この後コーティングをしていきたいのですが、その前にこちらのシリコンモールドから外したばかりのこちらのサイズを測っていきましょう。横幅が 4.5 センチ、入り口側の幅が9ミリで、入り口と反対側の尻尾の部分が7ミリになります。円柱と書いてあったので、入り口も底も同じ太さなのかなと思っていたのですが、先細りの作品ができるみたいです。こちらコーティングしていきます。やっぱりコーティングするとツヤ感が出てきます。全面コーティングすることができたら固めていきます。固めることができたら完成です。めちゃくちゃ可愛くなった。いいね。私ね、このね、細い系のシリコンモールドはこんな感じでね、ネームタグにしてあげるのが一番いい使い方じゃないかなと思います。今日はダイソーの新商品シリコンモールド円柱の使い方を共有してきました。このね、取り出し口が狭くて長っ細いシリコンモールドはぜひね、こちらのレジンクリーナーも合わせてご活用ください。
スルンとね、とても気持ちよく抜き出すことができます。それではまた次の動画でお会いしましょう。